皆さんこんにちは、アンリです。今日は JR 東日本が首都圏の電車を動かす運行管理システムに生成 AI を9月から入れる実証実験を始め、トラブル時の復旧時間を半分にし、緑の窓口の社員をコンサル業務へ転換する2027年度までに1000億円のコスト削減を狙うという発表を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は JR 東日本が首都圏の電車を動かしているアトス、首都圏の列車運行を一括管理しているシステムに生成 AI を組み込み、本年9月から実証実験を開始するという発表です。2つ目はその狙いがトラブル時の運行復旧時間を半分にし、同時に緑の窓口の社員を提携販売から解放してコンサル業務へ転換するという業務の組み替えにあるという点です。3つ目は2027年度までに2019年度と比べて1000億円のオペレーションコストを削減するという数値目標がすでに経営計画に組み込まれているという事実です。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で JR 東日本のアトスと生成 AI の中身を、2つ目の章で緑の窓口の業務転換の意味を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部会対1の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。 JR 東日本は本年9月から首都圏のアトスという列車運行管理システムに生成 AI を組み込み、トラブル時の運行復旧時間を半分にする実証実験を開始すると発表しました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は対象システムの重要度です。アトスは皆さんが毎日通勤で使っている山手線、中央線、京浜東北線など首都圏のほぼ全ての電車を一括で動かしている日本の社会インフラの中核中の中核です。理由の2つ目は生成 AI の期待値です。 JR 東日本は復旧時間半減というこれまでの業務改善案件では聞いたことのない大胆な目標を生成 AI に公式に置き換えました。理由の3つ目は影響範囲の広さです。アトスに生成 AI が入ることで皆さんの通勤遅延の頻度、長さ、案内品質が本年9月から1年以内に目に見えて変わる可能性があります。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんが朝の通勤電車で人身事故のため運転を見合わせていますというアナウンスを聞いた経験を思い出してみてください。これまでは復旧の見通しが立つまで30分から1時間ほど待たされ、振り替え輸送の案内も駅員さんが手作業で更新していました。これからは生成 AI が過去のトラブル復旧データから同種の事故では平均何分で復旧したかを瞬時に算出し、振り替え経路の案内も自動で並列登録するという形に変わります。ここで1つ目の章の結論を再確認します。 JR 東日本のアトスへの生成 AI 導入は対象システムの重要度、期待値の高さ、影響範囲の広さ、この3つで日本社会インフラへの生成 AI 実装の代表例になります。2026年5月26日に発表され、本年9月から実証実験が始まります。皆さんの通勤生活に直接聞いてくる発表です。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。 JR 東日本は同時に緑の窓口の業務をこれまでの切符の販売からお客様の予定相談に乗るコンサル業務へ転換するという人材活用の大胆な組み替えを発表しました。なぜこれが管理職にとって学びが大きいのか、理由は3つです。理由の1つ目は AI に人の仕事を奪わせるのではなく、人の仕事を上位の付加価値業務に引き上げるという発想の転換です。理由の2つ目は提携販売は機械で、判断と対人スキルが必要な業務は人で、
という JR 東日本の役割分担が日本企業すべてに通用するお手本になるという点です。理由の3つ目は、人を辞めさせないままコストを削るという人事の常識を覆す施策が大企業から公式に出てきたという重みです。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社の経理部門に毎月の請求書処理を担当している中堅社員がいる場面を想像してみてください。これまでの常識では AI を入れたらその中堅社員を別の部署に移動させるか退職勧奨するかという辛い選択を迫られていました。JR 東日本のお手本では、その中堅社員にコンサル役を任せ、社内の他部署の経理相談に乗ってもらうというポジションに昇格させます。皆さんが管理職として部下を守りつつ、組織のコストを下げるという両立の道筋がここに見えています。ここで2つ目の章の結論を再確認します。JR 東日本の緑の窓口転換は、人を切らずに業務を組み替えてコストを下げる日本企業すべてが学ぶべきお手本です。皆さんの部署でもこの発想を半年以内に取り入れる必要があります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。 JR 東日本の発表が皆さんサラリーマンの仕事に直接効く理由は、2027年度までに1000億円削減という数値目標が皆さんの会社の経営陣にも必ず同じ問いを突きつけるからです。理由は3つです。1つ目は、 JR 東日本という日本を代表する大企業が生成 AI で具体的な数値を出してコスト削減を公約したという事業判断のスピード上の理由です。2つ目は、皆さんの会社の経営陣も役員会議で JR が1000億削るならうちはいくら削れるのかを必ず議題に上げるというプレッシャーが半年以内に降りてくるという上司構造上の理由です。3つ目は、皆さんの部署にもうちのチームで生成 AI で何が削れるのか、何の業務を上位転換できるのかという宿題が半年以内に必ず回ってくるという現場構造上の理由です。例えば、皆さんの部署が経理、総務、人事、営業事務などのバックオフィスを担っている場面を想像してみてください。半年後の四半期会議で JR はコンサル業務に転換したうちのチームでも同じことができないかという質問が上司から直接飛んでくる可能性が極めて高いという状況です。皆さんはこの問いに今のうちから答えを用意しておく必要があります。答えの中身は、部下のうち定型業務を担当しているメンバーをいつまでにどの上位業務に転換するかという人事ロードマップです。ここで3つ目の章の結論を再確認します。 JR 東日本の発表は、皆さんの会社の経営陣からのプレッシャーとなり、半年以内に皆さんの部署にも宿題が回ってきます。うちのチームの人事ロードマップを皆さんが先に作れるかどうかがこれからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での役割転換の予告の2つです。この2つを今週中にやっておけば、半年後の社内議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は、上司もすでに新聞や業界誌でこの発表を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォン通知でこのニュースを見て、自分の仕事は AI に置き換えられるのかと不安を抱え始めており、3つ目は人事部門が業務転換の方針を半年以内に検討し始めるため、今日動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。先週5月26日に
JR 東日本がアトスに生成 AI を入れる実証を9月から始めると発表しました。緑の窓口を販売からコンサル業務に転換し、2027年度までに1000億円のコスト削減を公約しています。当部署でも提携業務を担当している部下を半年以内に上位業務へ転換するロードマップを今月から作りたいと思います。ここまで言えれば皆さんは立派な部門方針の前履きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。 JR 東日本の緑の窓口が販売からコンサルに変わるそうだ。うちの部署でも君がやっている提携業務の一部を来月から生成 AI に任せる思考を始める。これは君を切る話ではなく、君の経験を上位の判断業務や社内コンサル業務に生かしてもらう話だ。半年後の人事評価ではこの上位業務での貢献を必ず加点する。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。1つ目、 JR 東日本が首都圏のアトスに生成 AI を入れる実証を本年9月から開始すると発表しました。2つ目、緑の窓口を販売からコンサル業務に転換し、2027年度までに1000億円のコスト削減を公約しました。3つ目、皆さんの会社にも半年以内に同じプレッシャーが必ず降りてきますので、明日の朝の上司報告と部下1対1の2つのセリフを準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で